作品、立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見える。ジョージア・オキーフにおける自然、抽象、そして神話の地層。アメリカ近代美術を代表する女性画家ジョージア・オキーフは、風景や花、骨といった自然のモチーフを、明快で構成的なフォルムと色彩によって象徴的に描き出したことで知られている。立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見える。1937年制作は、彼女の創作の中核にある自然への深い感受と、それを通して構築される精神的な風景の表現が集約された作品である。本作においてオキーフは、白い立ち葵ホリホックの静筆な姿と、遥か遠くに喫立するベダーナル山の堂々たるシルエットを組み合わせ、自然と自己の内的世界との交換の一場面を象徴的に定着させている。立ち葵という植物の選択。内容への入り口としての花オキーフの花の絵画はしばしば拡大され、クローズアップの視点で描かれることが多い。1920年代から30年代にかけて、彼女は花びらの起伏や奥行きをまるで風景のように緻密に、そして感覚的に描いた。その花は性の象徴であると多くの批評家によって解釈されてきたが、オキーフ自身はそうした読み取りに距離を取り、むしろ彼女にとって花とは、見るという行為の練習であり、忘れられた感覚を蘇らせる装置であったと言える。立ち葵は高さ2メートルにも達する茎に縦に連なって大輪の花を咲かせる植物である。オキーフが本作で描いた白い立ち葵は、生命の成熟と静けさ、あるいは魂の純化を象徴するかのように、画面の手前に垂直に構えられている。白と緑のコントラストは、自然の力強さと内省的な平穏の両方を内包しており、それはオキーフの精神的風景そのものでもある。ベダーナル山、神話化された風景の中の精神的地軸。画面奥に配されたベダーナル山ペダナルは、ニューメキシコ州アビキュー近郊にある高さ3006メートルの卓上台地であり、オキーフにとっての聖なる山であった。彼女はこの山を繰り返し描き続け、1940年には山の見える土地を購入してアトリエを構え、晩年までそこに住み続けた。オキーフは晩年にこう語っている。神が私に死を許すなら、私はこの山に巻かれるだろう。そして実際に、彼女の遺骸はベダーナル山の頂に巻かれている。オキーフにとって、この山は単なる風景ではなかった。それは、彼女の創造の原点であり、人生とし、自然と霊性とを接続する象徴的な存在であった。立ち葵の白と緑において、この山は地平線上にささやかに、だが確固たる存在感を持って現れる。画面の大部分を占める花に対し、山は円形として控えめに置かれているが、そこには絵画的中心軸としての重みがある。この遠近法的配置巨大な花と遠くの山との対比は、時間と空間、肉体と精神、生と死といった二項対立を内包する構造を形成する。花は生の儚さと美しさを示し、山は永続性と霊的な重みを象徴している。両者の対峙は、オキーフ自身の存在の両極を表しているようにも感じられる。色彩と構成の視覚、光の中で形が解けるオキーフの絵画において、色彩は単なる視覚効果ではなく、存在の質を語る言語である。立ち葵の白と緑では、白と緑、そして空と山のブルーグレーの色調が静けさの中にも鮮明な対比をなしている。白い花びらはまるで光に透ける布のように描かれており、単なる白ではなく微細な陰影とニュアンスが与えられている。その繊細さは見る者の身体感覚に訴え、まるで触れることができそうなほどにリアルでありながら、同時に夢のように抽象的でもある。構成に目を移すと、本作では垂直と水平という基本的な秩序が強調されている。立ち葵の茎は画面に垂直に立ち、ベダーナル山のシルエットは水平線を形作る。この垂直と水平の交差点にこそ、オキーフの美学の核心がある。それは、地と天、現実と超越が交わる地点であり、そこに彼女は自らの精神的拠点を築いたのだ。抽象と具象の淡い、女性作家の視点からジョージア・オキーフの作品は、しばしば、抽象と具象の境界にあると評される。彼女は、
カンディンスキーやマレービチのように純粋な抽象へと踏み込むことはなかったが、同時に従来的な写実主義にもとどまらなかった。彼女の関心は、目に見える現実の向こうにある感覚の構造や形のエネルギーを捉えることにあった。この視点は、男性的な遠近法や構図が支配的だった当時のアメリカ美術界において異質なものであった。オキーフの絵画には、自然や対象物との関係性が強く現れており、それはしばしば女性的な感性として理解されてきた。だが、彼女の作品は単なる女性の美術ではない。そこには自己の存在の根源を問う真摯な探求があり、見ることと書くことによって世界を新たに再構築しようとする意志がある。立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見えるにおいても、花のフォルムや構図の明晰さは、単なる植物画にはとどまらず、抽象的な形の探求へと接続されている。とりわけ、花びらの湾曲や重なり、茎の伸び上がる直線性は、抽象画のリズム感を持っており、見る者に深い集中を強いる。ニューメキシコという土地の精神性。1930年代後半、オキーフはたびたびニューメキシコを訪れるようになり、その風土に強く惹かれていった。砂漠、乾いた空気、広大な空、断崖と岩、そして先住民文化の名残、それらすべてが彼女の美術に新たな軸を与えた。特に先住民の宗教儀式や工芸に見られる抽象的なモチーフ、繰り返しの構成、対称性などは彼女の作品に微妙な影響を及ぼしている。立ち葵の白と緑の背景に広がる空間にはそうした精神性が漂っている。ベダーナル山はその厳しい地形の中に神話的な静けさをたたえ、まるで精霊の住まう場所のように存在している。オキーフはこの風景を自らの内的な信仰の対象として描いているのだ。見ることの儀式としての絵画。ジョージア・オキーフは自らの絵画を見ることの儀式として捉えていた。彼女にとって自然は観察の対象であると同時に自己の内面を映し出す鏡であった。立ち葵の白と緑、ベダーナル山の見えるはその両義性の中で生まれた作品であり、自然と精神、現実と象徴、可視と不可視とを交差させる場である。立ち葵の静筆な花と遠くにそびえるベダーナル山。その間に広がる空間の透明さ、色彩の調和、構成の明晰さ。そこには見ることを通して世界と再接続するための視覚の歌がある。そしてこの歌は現代の我々にも自然との関係を問い直す静かな契機を与えてくれるのである。